こんにちは、夏美さん。こんにちは。今日はね、伊藤夏美さんとのそのインタビューなんですよ。今日はその言葉の勉強だけじゃなくて、言葉と文化といろんなその形でね、いろんな僕の日本語だいぶ忘れましたけども、いろんな側面からその文化とその言葉について話をしたいと思うんですが、はい。まず、夏美さん、その自己紹介みたいなそのものをお願いできますか？はい、わかりました。皆さんこんにちは。伊藤夏美です。今リング Q のポッドキャスト日本語の見てる方は、知ってるかと思うんですけど、そこでホストも、しています。いつもは、自分のスタートアップクリーンテックの、スタートアップなんですけども、それを、チームと一緒に、東京ベースで経営しています。主には水の泡の技術で、化学薬品とかそういったものではなくて、洗浄するそういったソリューションでSDGs の何ですか、一つの貢献できる技術として、今着目されているので、それの日本展開と海外展開っていうのを、やってたりします。はい。なかなか面白そうですね。そうですね。そういうね、若い人たちがそういうスタートアップをやったりですね、新しいビジネスを作ったり、僕は非常にもう尊敬してる。羨ましいとあり思います。がとうございます。本当に。いやいや、もう僕日本に住んでた頃はね、誰とでもですね、その大きい大企業に勤めて、その死ぬまでこの決まったパターンでね、はいはい。その動くしかなかったんで年功序すけれども、列みたい今の世の中はそうじゃない、ね、年功序列ですね。今はそうじゃないんですよな。ね。そうですね。で、非常に面白いと思うのは、夏美さんはそういうビジネスを作るんじゃなくて、いろんな意味で非常にその独立的な、活動というか、若い時にもちろん日本生まれ、日本育て、けれども、あとはもう台湾に4年住んでて、それからまた日本に戻って、またその米国、アメリカ合衆国へ行って、非常にその国際的なそういう経験があると思うんですはい。けども、それはどういうふうに夏美さんのその何ですか、ものの見方ですね、考え方に影響があったんですか？いやでも絶対的に海外に出たことによって考え方っていうのはもっと視野が広がったと思いますね、確実に。やっぱりずっと日本にいたら、そのなんでしょう、日本人だから、みんなと同じようなこと、それこそ年功序列じゃないけど、高校行ったらじゃあ大学行って、大学行ったらじゃあ、企業に勤めてみたいな、それが当たり前のレールで、当たり前のことをみんなやるのが当たり前でしょみたいな、結構日本ってその何ですか、みんなと同じカテゴリーにみんなと同じレーベルをつけたりとかって、やっぱりそういうことが結構カルチャー文化的にもやっぱり大きいと思うんで、そういう部分で逆にいや自分はこうしたいっていう、その自分はこうしたいとか、自分はこういうふうにありたいとか、その自分の自我をしっかり持つっていうマインドセットっていうのは海外に行ってからすごい培われた、その周りのそこで出会った友達とか今も仲いい友達もすごいたくさんいますし、そういういろんな価値観を持ってる人たちに出会えたっていうのが一番大きかったかなと思います。そうですね。確かに今の若い日本人もそういう方が多いんですよね。自分のその何かビジネス作ったりとか、どこか外国行って何か、その独自のね、その仕事を独立して新しい面白いことをやろうと思う人が結構多いわけですよ。しかしそれはね、何も日本だけじゃなくて、日本に行って日本の誰とみんなと同じようなことをやりたくないから、もう少し広くこう見たいと。しかし同じこともうカナダであろうがアメリカであろうがね、同じことも言えるわけですよ。だから世界出れば、台湾なら台湾、いやもうドイツならドイツですね、
いやその違った国の人たちも非常に我々とそんなに違わないんだと、そのあれですよ、そのどこそこの国じゃなくて、その人は何を考えてるか、どういうふうにこの人と組んで何ができるかと、そういうその、なんですか、国民っていうかそういうことじゃなくて、一人の人間として、これから何をもう想像するかっていうかね、それが非常に大事だと思うんですよ。どうなんですか？そうですね。なんかやっぱり私も今までいろんなところにいて、いろんな友達とかがいるからよく聞かれるのは、なんか結局何人だったらいいのとか、そのどこ出身の人がいいとか、そのどんな人種がいいとかっていう風にカテゴライズして質問してくる人もいたりするんですけど、でもやっぱり最終的にやっぱりその日本出身だからとかカナダ出身だからとかそういうのじゃなくて、やっぱその個人でその人がどういう人間なのか、その日本出身だからって言ってみんながみんなそのいわゆるステレオタイプな、すごくポライトで礼儀正しくて静かでっていうみんながみんなそうじゃないと思うんで、やっぱりそのスティーブさん言ったように、みんな違うからその人がどういう人なのかっていうのが分かったらもっと面白いんじゃないかなとは思います。そうですね。それで言葉の勉強においてもですね、僕いつも言うんだけども、じゃあ僕はその英語を話しているそのカナダ人というその立場から言葉を勉強するんじゃなくて、その元々のその文化はもう関係ないわけですよ。私はもう日本語を勉強するなら僕は日本人になりたい。フランス語を勉強するならもうフランス人になりたい。だからそういう文化をですね、を超えた形で自分がその対象の言葉のその人たちの仲間に入りたいと、そういう精神が非常に大事だと思うんですよ。フレキシブルに考えないといけないんですよ。そうしたらその文化を集中すれば、それなりにその言葉も早く勉強できるわけですよね。それはそういうことだとそ思う。れはすごい分かります。私も19歳で初めてアメリカの大学に行って、その本当にみんな英語しか喋らないっていう環境に飛び込んだんですけど、その時日本人私だけで誰も他日本語喋れる人が誰もいなかったんですよ。日本語のカルチャー分かる人も誰もいないしっていう。でその時に初めてやっぱりいや日本語しかわからないからみたいな、だから英語学びたいとかじゃなくて、本当にアメリカ人みたいになりたいと思ってだから一回そうですよね。日本人だからなんかみたいなのを取っ払って、アメリカ人彼らみたいに喋りたいと思ってそうですね。僕もそういう経験も何回もありましたよね。私はカナダ人だからと誰も気にしないわけですよ。夏目さんがアメリカでね、あなた日本人だからっていうこと誰も気にしないですよ。気にしなかったですね。もうあなたは誰かのフレンドかどうかでそれだけですよね。何人であろうがね、もう関係ないんですよね。そうですね。で、夏美さんのリンクのポッドキャストも僕も何回も聞きましたよね。ありがとうご非ざいます。常にテーマが非常にホットで面白いんですよね。で、やはり言葉の勉強もですね、やはり面白いその内容、面白いテーマが大事なんですよね。だから、その普通のもう教科書みたいなつまらないような内容じゃなくて、非常にそのデートするその、男性女性とかそういうようなテーマは誰も興味ありますからね、それは非常にそしてそれの、ポッドキャストがあとはトランスクリプトがあるからテキストがあるからそのリンクで勉強すればですね、やはり面白いそのポッドキャスト聞いてからその後それを読んだり知らない単語もフレーズをセーブして勉強して非常にやはりうちのリンクのメンバーのためになると思います本当にありがとうございます。ありがとうございます。いやでもやっぱりそのリングの本当のコンセプト的にもやっぱり私もやっぱりいろいろ言語を勉強してみて、そのテキストでなんかこれを学べみたいな、これをグラマーで学んだらベースがつくからわかるでしょみたいな、そういうのだとやっぱり興味がないからその
長続きしないんですよね。なんかやっぱり自分の興味があるコンテンツ、私の友達とか日本に住んでる外国人の友達とかやっぱりそのデーティングとかじゃあ日本人の子と付き合うにはどうしたらいいとか果たしてあれ自分は日本でモテるのかとかどういうふうに言ったらいいのかとかそういうのはやっぱりみんな興味があったりするんで、じゃあそういうリアルに話してる会話をじゃあそのコンテンツで聞いてみるとか、そっちの方が興味があって多分知りたいと思うんで覚えると思うし、実際使ってみたりすると思うし。そうですよね。そしてやはり僕も思い出しますけれども、日本に僕住んでた頃はですね、商売を中心にね、だから相手がそのお客さんだとか、それなりのまあ環境があるわけでしょ、それだけのその内容があるけれども、僕の息子ですね、マークが、日本のそのアイスホッケーチームですね、プロアイスホッケー選手をやってですね、日光バックスで、彼がその自分のそのチームメイツと飲みに行った時、僕もまあ2、3回も一緒に行きましたけども、全然違うんですよ、雰囲気がね。僕とそのビジネスの話だって飲みに行ってもですね、関係が違うんですよね。私は売りたい、相手がお客さん、やはりその何ですか、使う言葉とか態度的にもですね、ある程度のその神経質使うんですよね、そのお客さんだからっていうことで。でそれに比べて若い人たちが、そのホッケーのチームメイツがもう軽くこう飲みに行った時にその会話また違うんですよ。だからどんな雰囲気でもそれなりのまた雰囲気があるわけですよ。それを味わうことが非常に大事と思うんですよ。だから夏美さんの、リンクポッドキャストも、まあこのアイスホッケーのティーメイツと違うけれども、非常にその軽くて楽しくて非常にいいと思います。ありがとうございます。そうですね、今まで元ラグビー選手の方にも出てもらったりとか、あとはヨガの先生やってるとか、自分でカフェやってるとか、まあ、日本語の先生もいますし、私の普通のただの友達とか、あとはフリーランスでいろいろ活動してますとか、なんかいろんな子を呼んで、まあ、カジュアルに話してるんで、そうですね、その一般的に本当の日本人がどうやって会話するの、日本語ってやっぱりそのスティーブさん言ったみたいにビジネスのミーティングとかだとすっごいやっぱり敬語で、まあ、相手を上回るような言い方で、まあ、日常会話でそれを友達に言うかって言われたら絶対言わないんでそうですよね。なんでまあ喋り方も変わってくるしっていうので、でそれも文化なんですよ。そうですね。それも文化。文化はこの脳とかそう歌舞伎じゃないんですよ。文化は全て文化ですよ。ね。夏美さんはこれからなんか新しいことは勉強したいんですか？なんか、まあ、中国語と英語以外には何か考えてますか？今興味があるのはスペイン語とフランス語ですね。なるほどね。もう、あれですよ。挑戦してください。スペイン語はですね、多分日本人にとっては一番覚えやすいんじゃないですか。発音が、その母音が日本語と全くも変わらないですから、発音は。はい、フランス語はもう一つ難しいと思います。フランス語はすごい発音難しいなと思って舌巻いたりするのがそう難しいと思って、発音とね、理解、そのなんですか、聞く時の理解力があれが難しいけれども、まあしかしこれ慣れの問題ですから、それなりも勉強したいならその動機っていうかね、それが一番大切ですから、そのスペイン語とフランス語どちらが夏美さんとしてもっとこう勉強したいか興味あるのか。それだったらスペイン語ですね。やっぱりスペイン語喋ってる人たちってすごい人口として世界で一番多いじゃないですか。そうです、確かに。だから私すごいいろんな新しい国とか行くの好きなんで、英語の国だったら全然問題ないけど、やっぱりメキシコとか、まあもっと南アメリカとかそっちの方
いろんな国があるんで、そういうところでもなんだろう、やっぱ言語が喋れた方がそのローカルの本当の体験ができたり、もっと楽しい経験ができると思うんで、そのなんか観光客で行くんじゃなくて、行くんだったら本当にもっといろんな経験ができるような状態で行きたいなと思ってるんで、スペイン語を喋りたいなとは思います。頑張ってください。これからリンクでスペイン語をやってください。頑張ります。とにかく今日は楽しい話できてありがとうございます。そしてこのリンクのポッドキャストを続けてやって、くれて大変感謝しております。そしてまた、その次の時はスペイン語で話しましょう。スペイン語頑張ります。次の時。OK。じゃあどうも。じゃあ失礼します。どうもありがとう。ありがとうございます。